皆さんこんにちは。ユーザーアドベンチャーズのゆうです。皆さん、今回の動画は私の悲しい話と日本のちょっと残念な状況についての話になります。たまには日本のいい面だけじゃなくて、実際に起こっている悪い面についても共有するのが大事だなと思ったので、今回の動画を撮ることにしました。実は僕は一昨日日本で財布を盗まれてしまいました。日本は安全な国だし、盗難もとても少ない国だから、とっても驚いたんですけど、どんなに安全な国であっても、盗難のリスクはあるんだなっていうことを改めて感じました。結構お財布にお金が入っていたので、どんなに安全な国であっても、警戒心っていうのはちゃんと持たないといけないんだなっていうことを感じました。今回僕が盗難にあったことっていうのは、とても残念なことだったんですけど、でも皆さんにこのような状況を伝えることで、日本に来た観光客の人が日本で盗難のリスクは少しはあるんだよっていうことを感じることが、理解することができれば、日本に来た観光客の人のお財布とか荷物とか、それに対する警戒心っていうのを持つことができるから良かったのかなっていうふうに、自分の中でこの悲しい気持ちっていうのを抑えてポジティブに考えるようにしています。ただ財布を盗まれてから3時間ぐらいは本当に落ち込みました。すごく残念だなって思ったし、なんでこういうことするんだろうなって思いましたね。で、今回僕がお財布を盗まれてしまったので、日本の盗難の状況の話をしようかなって思っています。日本では自転車の盗難がとても多いです。実際に昔僕も自転車を盗まれたことがあるし、僕の友人も自転車を盗まれたことがありました。僕の友人に関しては、自転車を盗まれないように、自転車のサドル部分を外してバッグに入れて持ち歩いている人もいたぐらいです。そのぐらい自転車の盗難っていうのは結構多かったんですよ。最近は自転車の盗難は少し減ってきたみたいなんですけど、ただ依然として自転車の盗難は多いそうです。また日本の自動車に関しても盗難の被害っていうのはとっても多いそうです。日本では詐欺グループとか窃盗グループっていうのが存在していて、でその窃盗グループっていうのは自動車だけじゃなくて、車のカーナビとか、あとは車のナンバープレートを盗んだりもするそうです。なんでナンバープレートを盗むのかなっていうふうに自分はずっと疑問に思っていたんですけど、ナンバープレートを盗む理由っていうのは、何度も同じ車で犯罪をしてしまうと、その車が警察の捜査の影響を受けてしまうから、だから盗んだナンバープレートを利用することで警察の捜査から逃れる。そのためにナンバープレートを盗むそうです。本当に悪質なことをするなって思います。もし自分が朝起きて車に乗ろうとして自分の車のナンバープレートがなかったら車運転できないじゃないですか。ナンバープレートを盗まれてしまったらナンバープレートの再発行をするために結構時間かかると思うんですよ。で、そうすると数日間車使えなくなっちゃうじゃないですか。本当に悪質なことをする人たちがいるんだなっていうふうにとても残念に思ってます。また日本では車の窃盗がとても多いんですけども、盗んだ自動車っていうのはその後どうなってしまうのかっていうと、自動車としてそのまま輸出することは難しいので、自動車を解体してパーツをバラバラにしてそのパーツを海外に売るそうです。なので実際に日本の盗まれた車のパーツが海外で見つかることがとても多いそうです。また複数の車を盗んでその車のパーツを入れ替えて一つの車を作り上げて、その車を新しく登録することで、これは犯罪に使われた車ではないということにして車ごと売るという悪質なビジネスをしている犯罪グループもあるそうです。それでも車の盗難は約10年前は64,233件あったそうなんですけど、去年は5,762件まで減少しているそうです。約10年前と比べると 10% 以下になったんですけども、依然としてまだ車の盗難っていうのは多いそうです。車の盗難が減ったりとか、日本の犯罪が減少傾向にあるっていうのは、今日本ではあらゆるところに防犯カメラが設置されて、日本の
銃犯罪の検挙率っていうのは9割を超えていて、窃盗などに関しても 70% 以上の検挙率があるから、そのため検挙されることを恐れて、日本の犯罪っていうのは減少傾向にあるそうです。ちなみに一番盗難の被害に遭いやすい車っていうのはトヨタです。トヨタの車がダントツで盗まれやすい車となっています。スズキ、スバル、ダイハツ、日産に関してはほとんど差がないそうです。トヨタの車を運転している人っていうのはかなり警戒をする必要があるんじゃないかなと思います。今回実際に僕がお財布を盗まれたことを通じて、世界中の人々も少しだけ日本でもこういう犯罪が起きているんだっていうことを知った方がいいんじゃないかなと思って今回のビデオを作りました。特に詐欺グループっていうのは本当に日本では多いです。正直詐欺グループに関しては日本だけじゃなくて世界中でも同じようなシチュエーションなんじゃないかなって思ってて、実は僕はインスタグラムや TikTok、YouTube をやっているので、様々な企業や多くの視聴者の方からメールをいただくことがあるんですけども、その中に例えば H&M を名乗る会社から連絡が来て、あなたは普段コンテンツを作っている時にあまりたくさんの洋服を着ていないような気がします。だから我々 H&M があなたのスポンサーとなり、1年間の契約をし、あなたにお金を払います。でこのようなメールも来ます。ただそういう時に確認した方がいいのは、そのメールアドレスがちゃんと H&M の会社のメールアドレスかどうかなんですよね。で、それで見てみると Gmail なんですよ。Gmail のアカウントからメールが送信されてきます。で、そのような場合はほぼ 100% 詐欺です。実際その H&M を名乗る会社とやり取りをすると、僕のインスタグラムの情報、例えばパスワードとか、そういうのを入力させようとするフォームを送られてきました。なので、このような詐欺っていうのは本当にとても多いです。僕のアカウントを乗っ取ろうとする詐欺でした。で、他にもカメラ機材の会社からの詐欺だったりとか、また TikTok や Instagram の公式アカウントを名乗る偽のアカウントからも連絡が来たことはあります。例えば Instagram や TikTok の認証マーク欲しくないですかみたいな。で、そういうメールが来るんですけど、それもやっぱりメールアドレスをチェックしてみると Gmail なんですよ。なので本当にたくさんの詐欺のメールを受け取っています。だいたい僕は月に10件から15件ぐらいの詐欺のメールを受け取っています。なので自分が受けるメールの内容っていうのは結構慎重に判断しなければならないなと思っています。今まで Instagram とか YouTube とか TikTok とか一生懸命頑張ってきて、皆さんとのつながりもこうやってできたのに、自分が詐欺に引っかかってしまったら一瞬で今までの皆さんとのつながりがなくなってしまうので、本当に注意しなければならないなと思っています。日本だけではなくて世界中で詐欺とか盗難とかそういうのが多発しているっていうのは本当に悲しいことだなと思います。特に今回お財布を盗まれてお金が取られてしまって、僕のダメージは本当に想像以上に大きかったです。もちろん今は前向きに考えて前に進まなければいけないなって思ってるんですけど、でも時々あの時のお金がなくなってしまったなって残念に思うんですよね。本当に僕みたいなこういう悲しい気持ちを皆さんにしてほしくないので、なので日本に来ても、あるいは世界中のどこにいても警戒心っていうのはちゃんと持ってほしいなと思います。僕も夏にアメリカに行く時に本当に気をつけなければならないなって強く思いました。日本で盗まれてしまうんだから、この警戒心だったらアメリカでもね、盗まれてしまうかもしれないので、本当に気をつけます。皆さんも本当にね、毎日一生懸命頑張っているからこそ、いろいろ大変なことが起こったりとか、嫌なことが起こるかもしれないんですけど、一緒に乗り越えて頑張っていきましょう。今回のビデオはちょっとね、悲しいというか、暗いトピックだったかもしれないんですけども、最後まで皆さんが動画を見てくれたら嬉しいです。最後まで動画を見てくれた方は、ぜひ最後まで動画を見たよっていう風にコメントをしてください。そしたらとても喜びます。それではまた次のビデオでお会いしましょう。ではまた。